皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、東京オリンピックによってプラスの評価を受けた国、そしてマイナスの評価になった国についてのお話をしましょう。さて、東京オリンピックを開催するにあたっては政治的な話題といったものが様々ありました。例えばオリンピックについてはそもそも中止すべきだといった意見なども開催前から、そして開催後においてもありました。立憲民主党の議員などは、現在のような状況下ではオリンピックを開催するなんてとんでもないという意見などを最初の頃は言っていました。そしてそれに賛同する形での意見表明というものもインターネット上でたくさんあったのを私は見ています。しかしそのようなことはあったにしても、少なくとも日本の東京オリンピック開催というものは結果的には良かったと思っています。なぜそのように思うかといえば、それは日本選手団が多くのメダルを獲得したからではありません。私がプラス評価で終わったなと思うのは、現在のような新型コロナウイルスによるパンデミック発生という非常に悪いイベントの最中にもかかわらず、日本はオリンピックのような非常に多くの国々から選手が参加する巨大イベントをそつなくこなし、無事に運営を終えることができたということは、これは褒められるべきことだと思っているからです。この話をするときには一つ注意点があります。それは世界からの評価と日本人がする評価というものは実は切り分けて考える必要があります。例えばオリンピックを開催するにあたっては非常に大きなお金が注ぎ込まれたわけです。この点について別に海外の人たちは関心がありません。一方で日本人にしてみれば日本人のお金が使われたわけですから、そのお金が有効利用されたかどうかというのは非常に大きな問題です。特に大きな予算をつぎ込みましたよという話になった時に、じゃあ現場にどれだけのお金が降りてきたのかという話をした時に、ものすごい巨額のお金が中抜きで抜かれてしまっていて、現場には十分なお金が降りてきませんでした。そして現場に降りてきたお金もものすごい水増し請求などによって無駄にお金が使われて、実質的には貧相な施設であったり貧相な運営資金しかなかったといった話などが出てくれば、当然この問題に対しては電通や運営組織委員会に問題があり、この問題をどうやって解決していくことが大事かといった議論などをしなければなりません。これなどはまさに日本国民がしなければならない議論の話であって、あくまでも世界的な評価とは関係のない部分です。この部分をちゃんと切り分けて考えないと、世界的な評価としての東京オリンピックと日本国内における評価というものを混同してしまうことになります。そして問題点はたくさんあったわけですが、じゃあオリンピックに参加する選手や、そして世界から見た場合のオリンピックといったものは決して運営が破綻しているわけではなかった。つまりプラスの評価で終わったというのが私の見方です。少なくとも選手たちが選手村に入って様々な情報発信を SNS でするような時代です。そのような発信には当然のように彼らの本音が現れているわけです。その中で一番大きな話題となったのが段ボールチャレンジだったことは間違いないでしょう。段ボールでベッドを作るなんて日本人はなんてクレイジーなんだという声などが上がり、そして実際にどのくらいで壊れるかといったものを多くの選手たちが試したなどというのは非常に軽率な行動なわけですが、そのような軽率な行動をするということこそ彼らの本心の部分です。もしもこれが情報統制がかかっているような時であれば、当然のようにそのような段ボールチャレンジの動画などがどんどんと上がるようなことはありません。そして段ボールベッドの上で飛び跳ねて大丈夫だよといった人たちの方が圧倒的に多かったわけですから、彼らの本音というのは基本的には環境というものをどう楽しむかの方向に向いていたわけです。そのような彼らが日常的にしていた発信というのはどちらかというと、選手村が非常に清潔に保たれていることや、選手村の食堂が非常に多くの美味しい食べ物で満たされていたことなどが話題になっていました。そして選手だけではありません。海外からやってきた報道陣などもそれこそ感染防止対策としてバブル方式の規制がかけられていたために、積極的に日本国内における取材などができていたわけではありません。ですから自分たちの行動できる範囲内の話として、コンビニの運営体制であるとか、そこで売っているものというものが大きな話題を生んでいました。海外からやってきた報道陣の中には、それこそランチパックが非常に手軽で美味しいじゃないか、日本のパンっていうのは全く侮れないなといった具合にして人気となっていたり、もしくはコーヒーをガブガブ飲む人にしてみれば、セブンイレブンのコーヒーうまいじゃないかなみたいな意見などもたくさん出ていたりもしました。このような日常的な話というのはどちらかというと愚痴というものが出やすいものなわけですが、雰囲気的に全体傾向としては
ポジティブな内容といったものが多かったのも事実です。このように全体の傾向として良い評価だったのか、それとも一部の人たちだけが問題だったのか、そしてその問題というのもあくまでもレアケースだったかどうかというのはちゃんと査定しなければなりません。何にしてもそのようなマイナスの評価につながるような話の出所は一体どこなのかなというのを辿っていくと、これは以前の動画の中でも説明しましたが、韓国に突き当たるといったことはたくさんあったわけです。そしてこの韓国というのはまさにこの東京オリンピックを通して非常に世界的な関心を持たれた国です。それはマイナスの評価の方です。韓国の MBC 放送が参加している国々を紹介するときに非常に失礼千万な話をしていたといったことも大きな話題となりました。そのことをきっかけにして韓国なんかおかしいぞということがこの東京オリンピックを通して世界へと発信されたわけです。その後も韓国の女子選手が髪を短いなといったことを理由にしてこの人があたかも反男性主義者であるかのような批判というものが韓国国内で起こり、それを理由にして不当に金メダルを返上すべきだみたいな話や本人が何にも言っていないにもかかわらず韓国国内で彼女に対する批判の声などが上がっていることなどはそれこそ海外へと異様な光景として発信されたのです。そして今回の大会の特徴の一つとして観客が入っていませんよということがありました。そのために観客がいないのですから選手やコーチ陣の声というものが非常に多く放送に乗ることとなりました。その中においても韓国の選手団の中には監督がむちゃくちゃな暴言を吐きまくっているよといったことなどが取り上げられる例などもあり、そういった意味では今回大会というのはそれこそ日本の問題よりもはるかに韓国っていう国がどれだけ異様な国なんだろうっていったところに海外の報道陣などが目につく、そしてそのことを放送するといったように韓国にとってはマイナスにしかならなかった大会だったというわけです。ちなみにこの韓国のメダル獲得数というのも非常に惨々たるもので、そういった意味では彼らにとってみれば成績は悪いし韓国の評判を落とす行動を自らしていたことを海外の報道陣に気づかれてしまったという点において彼らにとっては非常に忘れたくなるような大会だったと言えるでしょう。そしてそのような惨々たる状態の韓国に比べれば日本はメダル獲得数で過去最多です。これは非常に素晴らしいことであることは間違いありません。しかしメダルを獲得できなかった競技などにおいてじゃあそれで大失敗か、こんな選手たちに対して誹謗中傷すべきかといった話では当然ありません。韓国においてはそれこそメダルを取った選手にすら誹謗中傷するのと同じように失敗をした選手に対する反愛国主義者などというわけのわからないレッテルを貼って誹謗中傷することなども大きな問題となっています。一方で私たち日本人がメダル獲得に向けてそれこそ生涯をかけて挑んできた選手たちに対する健闘を称える、そういった精神こそが日本人が示すべきものでしょう。そして多くの日本人はそのようなことができていると思います。そして多くの人たちが健闘を称えることができている一方において一部の人たちが一部の選手に対して誹謗中傷するからこそ大きな問題として取り組まなければならない課題なのです。もしも10人が10人全員が全員選手たちに対してメダルを取れないとは何たることだみたいな話をしているような国が日本であったとするならば選手たちに対する誹謗中傷が問題化するといった話はありません。みんながしているんであればそれはもはや問題ではなくなるからです。逆説的な話ではありますが多くの人たちが選手たちが健闘して敗れ去ってメダルを獲得できなかったとしても君たちはとても頑張っていたことを私たち日本人は知っているしあなたたちの戦いというものを称えようとするそういった姿勢を持っているからこそそこから外れた人たちというものが目立ちそのような問題を解決しなければならないと多くの人たちが思うものなのです。オリンピックに関連してはそれこそ政治的に議論しなければならない解決しなければならない課題といったものもたくさん浮き上がってきているわけですがそれはそれとしてまずはスポーツ選手たちの活躍といったものそしてたとえメダルが取れなくても視力を尽くして戦ってきた人たちに対する健闘を私たちは称えるべきでしょう。皆さんは今回の東京オリンピックについてどのような全体的な感想を持っているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。
なお余談なのですが、私は東京オリンピック後半においては喉がおかしくなってしまい、しかも口の中には口内炎がいくつもできて喋るのが非常に辛いような状況になってしまいました。そのため動画の投稿ペースについてもかなり落ちていたのは間違いありません。ちなみに今も私の舌とほっぺたの裏側には口内炎のかなり大きいのがあって、かなり喋りづらく、また物を食べる時も痛いのが現状です。新型コロナにかかるのに比べればはるかに耐えられる症状なわけですが、それにしても健康を維持するということは非常に大事だと感じさせる1週間でした。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。